リサキャンです。ヨハンです。今日は修正ギャルバースの話をしたいのですが、こはい。れ、なんで、なんか、ギャルバースの話しようよって言ったの、リホヤンだったと思うんだけど、これは、やっぱ、ツイートかななんかの、リサキャンとかのツイート見てて、やっぱギャルバースの、うん、ギャルバースって、2022年とかだっけNFT ローンチして結構話題になったと思うんだけど、2021か2022とかだと思うんだけど、うで、そのん、中から、やっぱ結構いろんな人気のバズを生んで、で、うん、そこからちゃんとギャルコミュニティみたいなものを作りながら、うん、なんか、なんて言うんだろう、面白いなと思ってて、そのギャうん、ルバースで。で、あまりうちはそんな詳しく知らないから、うん、結構やっぱ日本で流行ってるかなと思うから、どんな風にギャルバースが今流行っててというか、どんな風になってて、どんな文化になってて、どんななのかっていうのをリサキャンが関わりながらどう思ってたとか含めて知りたいなと思って、すごいいいコミュニティとか文化の形成だと思ってるっうん、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 確てかにいう感じ。知りたいよね。じゃあ、まギャルバースっていうのがそもそも NFT の特にプロフィール画像にする用の NFT がうん、流行ってた時に多分出てきたやつ。で、ただのそのプロフィール画像じゃなくて、こういう、見たらわかると思うんだけど、まあ、90年代、80年代の日本の、アニメ、宇宙アニメみたいな柄の8888体のギャルたちを、ギャルって呼んでんだけど、この女の子たちを。この女の子のプロフィール画像を、NFT として販売して、そのアニメの制作費に当てますよ、みたいな、まずプロジェクトです。で、私がこれ知った理由は、なんか、クリプトとか全然知らない時に、リホヤンが Web3 とか、クリプトとか、なんか、面白いよ、みたいな教えてくれたじゃん。うん。で、その時にその、プロフィール画像みたいなやつって有名な、すごいビットで書かれてるやつとか、なんか、クリプトバンクス。目が飛び出てるやつなんだっけ。なんか、エイプみたいな、猿のやつ。猿のやつじゃなくて、パステルカラーで、芋虫みたいな人間のやつなんだっけ。忘れちゃった。とか、あったのよ。あと、クリプトコーベンっていう、めっちゃおしゃれな魔女たちの、あったね。NFT とかいっぱいあって、でもその中でリホヤンが、なんか、当時一緒に働いてた方と仲良しだった草野恵美さんっていう方が、そろそろどうやらその NFT をローンチするらしいみたいな話をしてたのが最初で、でも私その時、ミントっていうその新しい NFT のコレクションが発売開始されたら、とにかくそのミントっていうの、一番最初にゲットするっていうのをしたら、もらえるとか、もらえるっていうか買えるとか、その自分が買ったやつを市場に出してやり取りするとか、もうそういうのも全く知らなかったわけ。で、やりは、その後にいろいろこの出てきたこの可愛い女の子たちのイラストを見て、可愛いってなって、可愛いとから入っりあえず、たわけね。とりあえず欲しいってなって、多分、その時の、価格が安い NFT たちのことをフロアとかフロアプライスで買ったとか言うんだけど、その時に安い買った、この青髪の女の子と紫の髪の女の子を買ったんだけど、それで、その NFT を買うと、ディスコードに招待してくれたりとか、エミさんと一緒にやってる彩香先生、このアートワークを全部変えた彩香先生とかとかの、風景が見られるっていうのがあって、そのアニメ制作をしようっていうのが、ギャルバースのゴールに据えられてたのね。で、うんうん。あんまりそういう、プロフィール
画像を NFT コレクションにして、で、それをさらになんか、ゴール達成まで明確なこのステップが書いてあるっていうやつがなかったのよ、他に。なんか、結局これで何してんだろうみたいな。クリプト神戸とか、ウェブサイトすごいおしゃれだけど、どうやって何が行われてるのかとか、なんかやってんのかとか全然わからなかったっけ。でも、このギャルバースは、そのディスコードに入ることで進捗とかがお知らせされるのね。で、自分がそのギャルバースの NFT を持ってたら、今週、この人、テック担当とコミュニティ担当と、そのアニメ担当がいるんだけど、そのみんなの今週の一言みたいなのが見れたりとかするわけ。それディスコードで見れるんだっけ？うん。ディスコードで見ることができる。で、あ、いいなと思って、私本当にアニメの実際の作られ方とか見たことないし、本当にやろうとしてるんだみたいな。で、今でこそ、もうすぐアニメが形になってて、公開しますよっていう段階なんだけど、最初の時は、本当にメインキャラクターが、メインビジュアルしか決まってなかったの。うんうん。で、なんかそのミニコミックみたいなのを、そのフォルダ、NFT 持ってる人だけが見られるみたいな感じだったんで。で、私がギャルバースでなんでこんなに友達が増えたかっていうとこなんだけど、なんか、なんでこんなに楽しんでるのかっていうとこなんだけど、うん。ちょっとわかんないんだよね。正直。なんか、うん。ミートアップっていうのも結構いっぱいあって、いろんな、サポーターの、なんていうの、協賛してくれてる他の、クリプトの会社とか、そういうのはもちろんあって、そういう会社が企画してコンテストやったりとか、例えば自分のそのギャルのストーリーを作ってくださいとか、なんかそういうのに遊びで参加したりとか、してたんだけど、多分、すごいのが、コミュニティマネージャーの Y ちゃんっていう、愛されキャラがいるんだけど、うん。Y ちゃんがすごく、そのギャルを持っている人たち、一人一人に対してすごい手厚いというか、まあ、エミさんもそうだったけど、そのギャルのアイコンにしてる子、その自分のツイッターとかをギャルバースのアイコンにしてる子とかと、結構みんなで積極的に、あの、コンタクト取ろうってなって、なんか新しい、なんだろメンバーが入ったりとかしたら、その人がなんかギャル新しくゲットしたみたいだからみんなでなんかコメントしに行こうみたいな感じで、ツイッターでコメントしに行ったりとか、あとまあ多分エミさんがもともと有名な方だから、いろんな方にそのギャルをプレゼントしてたのね。で、それで、それを見て、あ、なんかこの方ってすごい人だけど、ギャルを持ってるという点では一緒じゃんみたいな感じで、私も気軽にメンションしに行ったりとかして出たの。そう。で、ギャルバースが他のコミュニティと全然違ったところは、実際のアニメの制作に、このギャルを持ってる人たちの意見を取り入れようとして、お取り入れお、たところなんだけど、なんか、すごっ。だって、た、そう、プロじゃない。そうです。そう。全然プロじゃない。けど NFT 持ってる特権としてすごいいい、なんそうて言うんだろう。そう。使い方。そうそう。自分たちがこのアニメをサポートできたっていう実感がすごく湧く瞬間でもあるんだけど、なんか、なんだっけ。やっぱりその NFT を持ってるだけじゃなくて、実際に面接官が4人ぐらいいて、リアルタイムで、えっとね、これは名前付けがすごいめっちゃいいと思うんだけど、Be all gonna make it で、ワグマっていう言葉が、まあ、クリプト界隈にはあると思うんだけど、We all gonna make an anime で、ワグ
まあっていう単語で、ギャルコミュニティを活性化を図ったりとか、我がみラボっていうのがあって、それが、NFT コレクションを持ってる、かつ、テストに合格した人だけが入れる特別ディスコードチャンネルで、そうんうん。こで敵の名前を考えようとか、星の名前を考えようとか、こういうキャラクターを出したいと思ってるんだけど、この子たちの名前何にするみたいなのが、まあ、いろいろ考えらえー、れるのよ。そう。で、みんなんか、なそこで、うん、普通そういうのってなんかすごいプロのキャラクターデザイナーなのか、そううんうん。いう人とやるんだけど、そういうのをなんかコミュニティの中で決めていくってすごい新しいよね。そうそう。で、決まった後に、なんか短いビデオで、これは誰の意見を参考にして、作りましたみたいなのを報告してくれたりとか。すごい手厚い。手そう、厚いというか、なんか自分が貢献してる感があって、コミュニティとしてなんか、なんていう自分を盛り上げたいっていう、なんていうの、巻き込み方がすごいうまいね。そうそう。で、まあ、一番楽しかったのがそのテストで、あのテス、テストが本当にボッテストってトじゃな何なの？くて、なんか、今からこの時間からこの時間に、そのアニメ制作の我が身ラボに入るためのテストをやるよっていう告知がされて、で、あの、私がじゃあ入るぞって、テスト受けようって言って、入室したら、エミさんが面接官だったんだけど、エミさんが、なんか、この文章を読んだことがありますかとか聞いてきて、で、私初めて見てから、ないですってそう不安がりながら答えたら、それは当たり前みたいな。これまだどこにも出してない文章だから、とりあえずこれ読んでねとか言われて、で、アニメを作りたいっていう意思はありますかとか、どういうふうに貢献できますかとか聞かれて、カチカチカチャって読んだら、OK ですってなって、パスした瞬間から、スタジオフロアっていうディスコードのセクションに入れるようになって、まあ、そこでみんなが活発にアニメのことどうする、こうするみたいな話してるのに参加できたって感じ。で、えそう宿題が10個ぐらいあって、その宿題を全部期限内に終えられたら、なんか、自分の持ってるギャルの女の子のカードにスタンプが押されていく仕組みになってて、うまいなそう。で、それをコマンドで確認できたりとか、そうしました。あとは、一番忘れてた。VTuber アップデートっていうのがギャルバースにはあって、自分のその持ってるアニメのキャラクターが、まあ、2D の、まあ、首だけなんだけど、鎖骨から上っていうのかな。その肩の装飾から頭のてっぺんまでを、ちゃんとレギングした 2D の、なんか、モデルとして配布してくれてて、まあ、それは課金アップグレードなんだけど、まあ、最初なんかめちゃくちゃ人が殺到して、最初は10人だけだったんだけど、その10人のうちの1人に私が入って、結構早めにそのモデルを使うことができて、それでゲーム配信とかできたのもすごい楽しかった。で、へえ。そのモデルを配布するために、また別のサリー先生っていう、サリーデンジャーっていう、さんっていう、まあ、テクニ、エンジニアで、でもプロファイルピクチャーだからさ、ちょっと動かしたらさ、絵に入ってない毛とかが必要になってくるんだうんよね、パーうん。動きツとして。に確かに 2D をね、そう、動かそうとすると。そう。で、その動かした時をちょっと書き足したりして、微調整してる様子とかが、ライブで配信されてたの、そのディスコードで。サリー先生が。そうそう、ハリー先生のデスクトップが。だから私はそこにたまたま見に行って、めっちゃ楽しかったからさ、そこでサリー先生とチャットしたりして、なんかいろんな大勢、大勢すごいそれにアプライしたと思うんだけど、その人たち用にカスタムして、動かすようにした、モデルを見たりとか、すすごい、るのを楽しかった。うん。こういうのって、なんて言うんだろう。そのギャルバースの運営チームって何人ぐらいでやってるの？なんか全然基本的なことも知らないんだけど、なんかそういう人4を人、どんどんハイヤーしたりとか、なんか巻き込んでいったりとか、どんどん新しいその VTuber アップデート作ったりとか、なんかすごい、4人なんだ。そう、大変そうだなと。
エミさんと彩香さんとデビンと Y ちゃんの4人なんだけど、もちろんその割に助けてる、すごい翻訳とかを結構助けてるギャルたちもそれこそいっぱい知ってるうーん。し、その裏で多分いっぱい働いてる人がいると思うけど、メインその4人で途中でエミさんがその現代アートに専念するために抜けちゃったんだけど、それからはメインで3人で、なんか今最近はあさみちゃんっていうもう超素敵なギャルがいるんだけど、あさみちゃんもチームに加わったよみたいなアナウンスがされて、まあみんな結構まあ運営がさ日本ってこともあって日本でミートアップするから会いたい人来てねみたいなんで結構もうアクティブにそこに参加してる人とはもう顔なじみになるからさ、なんなんか、かそこでそう私がめっちゃ友達が増えた理由なんだけど。普通って言い方おかしいけど、ディスコード流行った時、やっぱいっぱいみんなディスコードの欄にたくさんコうんミュニティが並んで、その中でやっぱ、居続けたいギャルバーさ。で、うこんなんうん。長い、居続けてるのってすごいことだなと思うんだけど、どういうところに魅力を感じてというか、毎日チェックああ、しようかなとか、うん。もっといたいなみたいな。ま私は、まあ、ウィークリーアップデートは絶対に見たい。そのアニメの、今、それこういう段階アニメがに入りましたみたいな。それはアアニメのニメが気になる制作から、がこういう段階に入りました。それはアニメが気になるからみたい。まあ、そうだね。アニメがその、我がミラボとかに入ってたら、自分のその考えた、その目のさ、目がめっちゃでかくついたモンスター、新宿の目みたいなモンスターどうかなとか言ったりしたから、それとかどうなったんだろうっていうのを最新レポートで、まあ、知りたいから、まあ、ノーティフィケーションをオンにして、まあ、いらない情報だったらさ、スルーするじゃん。ディスコードって。でもそれでも、なんか、日本語と英語でアップデートしてくれるから、絶対に。日本人の、フォローが多いから。で、それで見たりとか、あとは、まあ、毎週の少年ジャンプのさ、一番最後にさ、先生のさ、アイコンとさ、3列ぐらいのさ、今週やったことみたいな欄があるじゃん。あるある、一言欄。いいよね。そう、あれと全く同じようなのが毎週流れてくるのね。毎週そのコミュニティの、運営の人たちの一言みたいなのが流れてくるの？そう、今週す何しごい。たとか、そう。だからそれももちろん読みたいし、うん。あとはやっぱ定期的なそのコンテスト、ツイッタープラットフォームだったり、そのレンズのオーブっていう、その協賛してるプラットフォームのコンテストだったりとかは、なんか新しいギャルがもらえたりとか、普通にお金、まあ、バリューのあるものもらえたりとかするから、やりたいし、みんなのも見たいし、応援したいみたいな感じで、なんか結構積極的にやってたかも。やっぱ、そう、なんて言うんだろうね。ファン、ファンって言い方あれだけど、コミュニティの一員としてそれこそ関わってたりとかさ、アニメのうん。スタジオに入って、そういう一員感があったからとかもあるのかなと思ったりもしたけど、あ、一ファンとして受け身で居続けるっていうよりかは、うん。なんて言うんだろう、意見が反映されたりとか、そういうのが結構大事なポイントだったのかな。うん。で、多分まだ人気があるのはなんでっていうのがあると思うんだけど、まあ、リーバイスとのコラボがすごい大きいかも。こああ、れそうなんだ。は去年あったんだけど、まあ、その彩香先生のお友達の経由で、なんか彩香先生にすごいラブコールが行ったらしくて、うん。リーバイスとコラボしてくださいみたいな。リーバイス原宿って新しい店舗が出るから、そこでなんかジャケットをカスタムできるから、彩香先生とやりたいみたいな風になったらしくて、そこでギャルバースとコラボをすることになって、ギャルバースのロゴとかキャラクターとかをデニムジャケットに貼れるみたいなイベントがあって、もう絶対行くじゃん、その渋谷のそこでさ、私がずっと応援してたさ、アニメのあの、コラボがあったら絶対行くんよ。しか確かに。もさ、彩香先生って言ってるけどさ、もう
何回も会ってすごい仲良しだからさ、なんか、なんていうの、友達を応援しようっていう気持ちもあるし、まあ、そこに行ったら他のギャルバースを持ってるみんなにも会えるみたいな感じだから、まあ、それも結構大きいと思う。で、ちなみに今もナイキとコラボしてたりあ、そうなの？するのね。だから結構その、日本にいて NFT のイベント、参加できる NFT のイベントってギャルバースがやっぱ多いから、なんかそこで実際に、あ、すごい、渋谷の街にギャルがいるとかそういうのが実感できたのも強いかも。なるほどね。なんか、そうだな。なんかギャルバースのギャルっていう文化ってすごい特殊というか面白いなと思ってて。うん、なんか、自分たちでギャルっていうのはこうだよねって作り上げてるのか。なんか新しく来た人には、ギャルって何ってなると思うんだけど、まあ、うん。どんな風に説明したりとか、なんかどんな風にギャルっていう文化を、まあ、リサキャン捉えたりとかしてるの？私は、そのギャルバースで会う人たちってみんなクリエイティブで、なんか嫌なこととか全然言わないし、なんか見た目でジャッジとかも、見た目がそのギャルっていうのはまず排除。う私の中でん。は。その見た目がなんかその、いわゆる渋谷にいるその、バダーツな女子高生に似てるからギャルとかそういうのではなくて、なんかただ、もうみんなのことを思いやれるし、なんか自分も好きなことして生きてる。年とか関係なく楽しく生きようとしてるし、なんか自分の問題とかも結構オープンに話せて、なんかそういう場を作れる人たちがギャルだなってすごい思って、この間みんなと会った時に。それってなんかね。みんなの中で、なんて言うんだろう。なんでそういう人がギャルバースに集まっていくのか、それともギャルバースに入ってきた人がそういう教育じゃないけど、そういうギャルってそういうものだからそういう風になってってね、うん。みたいな感じなのか。なんでああ、そのギャル文化、リサキャン捉えるクリエイティブでオープンな人たちの文化になってったんだと思う？あれは、まあ集まってくる人たちがそうだったんじゃないかなってすごい思う。だって例えばさ、あの、別の NFT を買ったとして、ただその価格が上がるのを見て売ったりする人たちもいると思うけど、いや、確かにそれ結構ギャル多いよね。のホルダーはずっと持ってるの、自分の決めたギャルを。で、そあの子をめっちゃ愛して、まあ、ステッカー作って、名刺代わりにしたりとか、その自分の待ち受けにしたりとか、それこそ、さっきの VTuber を作って遊んでみたりとか、やっぱりその子にすごいなんか思い入れがあるし、その思い入れが生まれるように多分ギャルバースっていうのが設計されてるなって思ってて、8888体全員に違うストーリーとモットーが書かれてるのね。で、そのストーリーを元にしたコンテストとかあったから、嫌でもそのストーリーを見るわけよ。で、考えるわけよ。こあ、うんうん。のアミラちゃん、私のアミラちゃんはなんでここに、この一人でバラバラに飛び散って、今何してるんだろうみたいな。それを考えたら、まあ、その私のアミラちゃんは、なんか不思議な動物がいる惑星に飛ばされて、その動物たちが自然に自己治癒をしているのを発見して、これをなんか別の分野に応用できないかって言って研究し始めるっていうストーリーが書いてあるんだけど、私はそれをすごい好きというか、めっちゃいいじゃん、この子みたいな。こんな可愛い見た目してるのに、実はそういうなんかテクニカルなこともできるんだな、みたいな感じで、その子がすごい好きなのね。で、まあ、大体そのキャラクターでやりとりとかしてる、このディスコードでやりとりとか見てたら、この人だ、みたいな。で、結構、アーティストの人がその自分の作品を宣伝した時にめっちゃ盛り上げるのよ。で、頑張れみたいな。で、みんなでそのニューヨークの、あの、タイムズスクエアに載せるためになんかボートしてみたいなのをさ、ギャルが投稿したとすんじゃん。そしたらうん。誰かがそれをディスコードに持ってきて、みんな、ちょっと、助けようみたいな、組織票みたいな感じで入れて、実際にそのニューヨークに展示に行ったりとか、なんかそういう、なんだろう、クリエイターが多分好きなんだと思う。そのギうんうん。ャルバースを持ってる人たちが、もうそのギャルバースを見ただけで、なんかそこにどんだけ、その、込められてるか、気持ちが込められてるか分かる人たちが
多分ずっとギャルを持ってるし、応援してるんじゃないかなって思うの。だから、そういう人たちが集まってくるから、そういう文化になって、で、みんなもウェルカムするような文化になったんじゃないかなって思いや、すごい、なんか一つの、なんて言うんだろう。こんな、あんまり本当にディスコードで NFT コミュニティうまくいくって言ったらあれだけど、続きながら、どんう。うどんん。新しく、なんて言うんだろう。進化していくプロダクト、コミュニティって全然見たことないけど、ギうャルバスはん。本当にすごい、一つの、本当ギャルっていう文化とか作りながら、なんかアニメとかファン巻き込みながら、なんかすごい素敵なコミュニティというか、プロジェクトだなと、めっちゃ思ってた。ねえ、本当に。だからもう今年公開だよって言ってたので、もうついに形になるのが楽しみだし、ここからまたギャルバースのことを知って、新しい、あの、ギャルホルダーに会えるのもすごい楽しみ。あと、そのビートルさんだっけ？あうん。あ、アメリカビートのルさんが、有名な。そう、アメリカのビートルさんが、なんか、結構その NFT 下火みたいなこと言うけど、ギャルバースの、あの、集まりに行ったら、全然ここそうじゃなかったみたいなことをツイートしてくれてたんだけど、それはまさに本当にそうで、まあとにかくそのギャルバースを立ち上げた時の意思がずっと変わらない。うん。そのアニメを作るよっていうのが変わらないっていうのと、まあ、人が、まあ、コアのメンバーは変わってないわけだから、まあ、その人たちのもう努力と、もうコミュニティと、その、お金って、お金をこう稼ぐ方に行くんじゃなくて、本当にクリエイターに還元するうん。っていうのに、フォーカスしてるところがすごくうまくいっている要因なんじゃないかなって思私もやっぱその中心のメンバーのコアメンバーの人たちが本当に、なんていうの、お金儲けっていうところよりかは、そのクリエイティブに本当にアニメを作ったり、コミュニティを活性化したり、いろんなことを試していて、それをなんかちゃんと継続的に続けながら、なう。んうん。か人を巻き込み続けるっていうのができてるのが、本当にすごいし、成功って言ったらあれだけど、こんなに愛されうん。続けているんだなぁと。だからこれそから、う。うん。これからの、またマイクが、あ、大丈夫よ。あの、なんて言うんだろう。新しいコミュニティのあり方の一つになっうん。ていくんじゃないのかなと思った。うん。そう。だからギャルバースをなんか金額とかで見ると、なんか成功してないんじゃないかなっていうふうに言う人もいるかもしれないんだけど、なんかそこじゃない。私がゲットしたのはそこじゃなくて、なんか本当にシェアできるものを持ってる友達っていうのがギャルコミュニティ通して作れたから、もうそれだけでもすごい感謝って感じだから、そこじゃないっていう感じ。お金のこと言われたら。そういうのを越してコミュニティだよね。そうそう、ほんとそう。コ文化文化。ミュニティだからって文化ですって感じです。ありがとう。いや、すっごい面白かった。本当なんて言うんだろう。ギャルバースって、ね、なんて言うんだろギャルバス大臣。う。新しくできた、本当文化、人と集まるコミュニティ超えた、ギャルっていう定義があって、定義っていうか、みんなが中で定着してる言葉といや、定義があって、で、それを、もうなんか、みんなで、なんていうの楽しみながら、新しい世界作ってきてるっていうのはすごく面白いなと思う。新しいアニメの作り方だと思うし、クラウドそファンディングとかでもない、新しい うだ NFT というね。か Web3 のあり方だし、うん。実験的で面白いと。あと、とにかく可愛いからね。確かに、まずそれが大事だよね。かわいい。うん。これに惹かれて、買って、ホールドしてる人は、みんな同じ趣味だから、絶対に。どこかで同ああ、じ好きな共通のアニメとか音楽とか、絶対どっかに共通のものがあるから、それで仲良くなれるっていうのは確実だね。確かに。リファイアも持ってるよね。一応持ってる。ずっとホールドうん。してるよ。だからもう、ギャルです。うちもギャルです。ギャルです。ギャルです。はい。で、今回は、ギャルはい。バース語りでした。そうです。なんか私のミスはい。で、ズームが無料版の方でやっちゃったので、ちょっとあと、お時間がないんですけど、また、いいんじゃない？こんぐらいでちょきちょき新しい確かに。話題を喋っていくのもいいかもしれません。そうだね。また、うん。また、ギャルのこと知りたくなった人は、ハッシュタグヤンキャン FM でコね、メントください。あと気になることあったら。
NFT プロジェクトも推しとかあれば語ってほしいです。気になることあれば、何でも聞いて、話してほしいこととかでもあれば、ハッあ、シュタグヤンそうだね。ケンヘムでツイートか、なんかね、してください。ツイート一番見るかな。うん。それとかもう、うちらに直メンションでも、確かに、ウェー直面ブボックスションでも。でもあるのではい。あと、あ、そうだ。ヤンキャ FM を聞けるプラットフォームが1個増えました。イエYouTube でーイ。も聞けるようになりましたので、YouTube 派だという方はチャンネル登録お願いします。はい。YouTube だったら動画とか、もうちょっと、なんかいろいろやっていけるのかな。そうだね。これからは、ポッドキャストとしても聞けるし、今話してる動画をこのままアップロードするので、それでも聞けます。はい。なんかいつかライブとかもやりたいよね、本当に。確かにやり YouTube たい。ライブとか。確かに。やろうよ。やろう。いいじゃん。いや、ポッドキャストをライやろブ配信すればいいよね。一う。回。あ、それが一そういうの。番いいかもね。先に聞けるから。いろいろ試してみたいと思ってるので、よろしうん。くお願いします。よろしくお願いします。ではでは。じゃあね。